人が宇宙にスペースコロニーという名の島を浮かべ200年の時が流れた。その中でいくつかの戦争が起こった。それは青き水の星を守るための戦いだった。星々の瞬きの中で人は憎しみ傷つき倒れ、だが愛することも忘れなかった。多くの血が流れ、多くの悲しみが生まれた。死んでいった者たちの魂が宇宙の獅子間をさまよい、光となって銀河に溶け込んでいく。広大無辺な宇宙はすべての人の思いを飲み込み、悠久の時を刻み続ける。水の星が輝きを失い、人々の祈りが嘆きの吐息に変わるとき、一つの魂が時を超えた。それは人が目覚める先駆けであったかもしれない。悲しみで綴られたヒストリー。あなたはまた一人旅立つのでしょう。果てしない荒野へと今。メタトロンはヌーボパリに奇襲攻撃を仕掛けるが、そこにマハの姿はなく、伝説の活動家ジャック・ブルームがアフランシを待っていた。マハがバイエルンに移動したと聞かされたアフランシはダーゴル大佐の素早い行動に目を見張る。ヌーボパリから離れる間もなく、ウルーリアンのブロンテクスター部隊がメタトロンに襲いかかった。クリシュナとの約束を守ってサイコミシステムを封印したウルは劣勢を強いられ、ガイアギアに撃破されて撤退していった。だがメタトロンも貴重な戦力を失い、アフランシは苦い勝利をかみしめるのだった。あれ、お城でしょ。ああ、ノイシュバンシュタイン城だ。ノイシュバンシュタイン。またの名は白鳥の城という、バイエルン国王ルートヴィヒ2世が作らせた城だ。へえ。ルートヴィヒ2世は城作りに全ての情熱を注い込んだと言われている。菩提樹の館と呼ばれるリンダーホーフ城、ベルサイユ宮殿を真似たヘレン・キムゼー城、そしてノイシュバンシュタイン城。多くの城を作らせたため国の財政は破綻し、ルートヴィヒは王の座を追われ41歳の若さで死んだ。そのルートヴィヒって人、悪い王様だったのね。バイエルン王国の国民にとって確かに歓迎すべからぬ国王だっただろう。だがルートヴィヒの情熱のおかげで今我々はこうしてドイツロマン主義の傑作を目にすることができる。ジャック・ブルームと一緒に旅をしながらいろいろなお城を見てきたけど、あんな綺麗なお城初めてだわ。空気がひんやりしてる。アルプスの山々を越えて澄んだ冷たい空気が吹き下ろしているのだ。ダーゴル大佐。ナジス隊、私はエバリンに城の中を案内する。作戦会議は1時間後に行う。わかりました。
ルートヴィヒはワーグナーという音楽家を崇拝していた。ワーグナー？知っているかね？ルートヴィヒはワーグナーの楽劇を上演させるためだけにこの美しい城を建設させたんだ。アルプスを望むこんな険しい岩山の上にな。だがワーグナーは生涯一度もこの城を訪れることはなく、ルートヴィヒは自分の願いを果たせずに死んでいった。大佐はワーグナーって人の曲が好きなのね。そうだな。聴く者に力を与える、それがワーグナーだ。エバリー、君は香港からヨーロッパまで旅してきたというが、地球の環境がどんな状態なのか分かったかね？ええ。海があんなに汚れてるなんて悲しかった。たくさんビニールが捨てられていて、ちっとも回収できないって船乗りの人が言ってた。陸に上がっても緑が少なくて砂漠ばっかり続いて、私自分の住んでいた島が作られた楽園なんだって言われても信じなかった。でも地球を半周してみて、やっとあの時の言葉が嘘じゃなかったって分かったわ。ねえ大佐、どうして地球はこんな状態になってしまったの？全ての原因は人間だ。え？人間の飽くなき欲望が科学技術の発展を促し、その結果取り返しのつかないほど環境を汚染してしまったのだ。だが同じ人間がこのノイ・シュバインシュタイン城のような素晴らしい芸術作品を生み出す。人間とは不思議な生き物だ。地球はどうなってしまうの？地球がどうなるかではない。我々人間が地球をどうするかだ。方法さえ間違わなければ、我々はこの城のように自然と調和しながら存在することができる。その意味でこのノイ・シュバンシュタイン城はマハのやろうとしていることを象徴している。私はこの城を地球逆移民計画のシンボルとするつもりだ。ねえ大佐、どうして私だけここに連れてきたの？私を人質にしてアフランシを捕まえるつもりなの？そのような卑怯なことはしない。私はもう一度アフランシと話し合いたいと思っている。そのために君を手元に置いた。私の気持ちはジャック・ブルームがアフランシに伝えているはずだ。アフランシと話し合って、それでどうするつもり？彼が私の力になってくれればそれが一番いい。どうしてアフランシが大佐の力になるの？マハとメタトロンは戦争してるんでしょ？メタトロンはアフランシをリーダーに祭り上げた。だがアフランシは地球育ちだ。何よりも地球を愛し、地球と共に暮らす術を知っている。だからこそ私とアフランシは手を携えて地球を蘇らせることができる。だがシャア・アズナブルという過去の英雄にこだわるメタトロンがアフランシの自由な行動を妨げている。でもアフランシはシャア・アズナブルの血を受け継いでいるんでしょ？宇宙に上がってニュータイプになるって。ニュータイプか人の確信か。実に曖昧な言葉だ。宇宙移民はニュータイプという言葉を都合よく解釈して使ってきた。パイロットとしての適正能力があるとしても、それは人の持つ潜在的な能力が宇宙空間に出て拡大したに過ぎず、それは人類が進化した姿ではない。一人や二人特別な人間が現れたからといってそれで新しい人類の出現と言い切るのはおかしい。人類全てが一挙にニュータイプになったその時初めて人が確信したと言えるのだ。じゃあニュータイプって嘘なの？私は否定も肯定もしない。だが人が宇宙に暮らすようになってたかだか200年だ。
生物学的に人が確信する可能性はない。いいかねバリ。ホモ・サピエンスとしての人が新たな種に進化するには気の遠くなるような時間がかかるものなのだ。じゃあアフランシは一体何なの？エアフォースヌーボパニの制空権より離脱しました。高度300メートル、進路089に固定。よしミチェル、あとは任せたぞ。船長、ジョーのこと頼みます。分かってる。ジョー、アフランシだ。起きているのかジョー。アフランシ、どうした？ジョーが部屋にこもったまま出てこないんだ。ケランのことで責任を感じてるんだろうな。しかし仲間が死んでいちいち落ち込んでいたら戦いにならん。ジョーのことは放っておいてお前は休め。そういう船長だって気になったからここに来たんだろ。まあそうだよな。クリシュナのこともジョーにはショックだったんだ。マーハに願いったなんて話信じてるのか？信じるもんか。でもウルは自信たっぷりだった。いつものはったりさ、気にするな。船長、すまない。僕がもっとしっかりしていればケランだって。アフランシ、自分を責めるのはやめろ。お前はよくやった。頑張ったじゃないか。ケラン、いいパイロットだった。そうだな。このローストビーフはなかなかいける。ジャック、コーヒーをどうぞ。ありがとう。ジャック、さっきの話ですけど私には納得できません。マザーメタトロンがアフランシを裏切るなんて。地上部隊がこれだけ追い詰められているのに宇宙にいる連中は何もしようとしない。それが何よりの証拠だ。でもマザーメタトロンにはその余裕がないんです。私ならアフランシシャアが危ないと聞けばマザーメタトロンを地球に下ろしてでもアフランシを助ける。彼はシャア・アズナブルの再来だ。メタトロンのシンボルじゃないのかね？ええ、それはそうですが。ミランダ、君はメタトロンじゃない。シャア・コンティニュー・オペレーションの人間だ。だからメタトロンを見る目が甘くなっている。そうでしょうか。メタトロンは大きくなりすぎたのさ。組織が巨大になればその組織を守るのが仕事だと勘違いするやつが出てくる。組織も存在することが目的となってしまい、なぜその組織を作ったのかということが忘れ去られる。だから地球連邦軍に入れてやると言われれば喜んで連邦政府に協力する。ジャック、あなたが運動を離れたのはパリッシュ提督と意見が対立したためだと聞きましたが。パリッシュはメタトロンに愛着を持ちすぎている。だからアフランシを切り捨ててもメタトロンを守りたいと思ったんだろう。マザーメタトロンが裏切ったと決めつけるのはまだ早いと思います。そうだな。これは私の個人的な意見に過ぎない。シャア・コンティニュー・オペレーションを通じて速やかに調査するべきだな。そうします。こんなねじ曲がった装甲板はまるわけねえだろ。やってらんねえな。ねえさ、何カリカリしてんのさ。なあレイ、ケランの葬式ぐらい出してやりたかったな。そうだね。私たちみたいな初心者が生き残ってベテランのパイロットが戦死するなんて、神様は一体何考えてるんだろう。神様なんて言いやしねえよ。メッサー、レイ、コーヒーを持ってきてやったぞ。少し休め。
おう、サンキュー。悪いね。ひどく壊れたもんだな、このドハディは。治りそうか？意地でも直してやるよ。船長、ジョーはどうなんだ？立ち直るのにもう少し時間がかかりそうだな。ジョーとケランは同期生だったんだろ？なあ、二人とも同じ頃俺のチームに参加した。ケランもチンピラやってたんだって？誰に聞いた？ケランがそう言ってた。そうか。奴が子供の頃両親が離婚してな。ケランは母親に育てられたんだ。ひどくグレちまって学校にも行かずチンピラやってたんだが、おふくろさんを楽させたいと思ったんだろうな。早く独り立ちするために連邦軍のパイロット養成学校に入ったんだ。ところが教官と大喧嘩してな、卒業前に学校を飛び出した。ブラブラしてるところを俺がスカウトしてメタトロンに入れたんだ。なんだか私たちに似てるね。なあ、ジョーもチンピラやってたのか？いや、奴はごく普通の大学生だった。メタトロンの運動に共鳴し、自分から進んで参加してきたんだ。マンマシンに乗りたいと言ってパイロット候補生になったんだが、同期生の中ではトップクラスの成績だったな。はあ、しかし精神的に脆いところがあるんだ。ケランのことで変に思い詰めていなければいいんだが。ねえ、あれジョーじゃないの？ほら、あそこのドハディに乗り込んでるのジョーだよ。おいジョー、何やってる？ジョー！ドハディを出す。オープンデッキのハッチを開けるぞ。あんた？やめろジョー、何する気だ？俺はウルを倒す。ジョー、やめろ！そのドハディはまだ修理も終わっちゃいねえんだぞ。ジョー！バイエルンの本体からの暗号通信キャッチしました。マンマシンの補充はできないと言ってます。だろうな。今残っている戦力だけでメタトロンと戦えというわけだ。しかしウリアン少尉、そりゃ無理ですよ。メタトロンだって状況は似たようなものだ。まともに動けるのはガイアギアぐらいだろう。いや、ガイアギア1機あればそれだけで十分すぎるほどの戦力だ。はあ、ちょっと休め。何かあったら呼んでくれ。嵐が来そうですね。ああ、そうだな。クリシュナ、どうした？食事に手をつけてないじゃないか。ウル、サイコミを使ったって本当？何のことだ？さっき整備兵が話してるの聞いたわ。ブロンテクスターのファネルが全てなくなっているって。サイコミを使ったのね、ウル。ああ。嘘つき。サイコミを封印したなんて嘘だったのね。聞いてくれ、クリシュナ。なんて男なの？あなたは最低よ。私の気持ちなんて全然分かってないのね。クリシュナ。一度でもあなたのことを心配した自分に腹が立つわ。あなたなんか死んじゃえばよかったのよ。俺が死んでアフランシが生き残ればそれでいいのか？そうよ。クリシュナ、来ないで！見損なったわ、ウル。何が世界をこの手に握るよ。あなた一人の女の心だって自分のものにはできやしないわ。黙れ。俺は欲しいものは何でも手に入れる。誰にも邪魔はさせない。ウル、あなた何にも分かってないわ。なんだ？ブリッジ、どうした？敵襲です。敵マンマシンが急速接近中。何？見つけたぞ、マハメ。あれはマンマシン支援用の戦車だな。クリシュナはあの戦車の中にいるのか？そんな弾に当たるもんか。マンマシンは出てこないな。まともに使えるやつが残っていないってことか。よし、あの戦車キャタピラを撃ち抜いて止めてやる。やった
抗するな。抵抗すると撃破するぞ。こちらはメタトロンである。我々はそちらに捕虜となっている同志クリシュナ・パンデントの釈放を要求する。繰り返す。捕虜となっているクリシュナ・パンデントの釈放を要求する。隙だらけだな、ドハディのパイロット。そんな腕では香港に行ったら3日と持たないぞ。どこから現れたんだ。新型のママシンか。ジャンウェイフ少佐。久しぶりだな、ウリアン少尉。驚きました。まさか少佐がこんな場所に来られるとは。スペースマハの本体と合流するはずだったが、ダーゴル大佐の要請でな、メタトロン討伐部隊に加わることになった。ダーゴル大佐の。そうですか。香港で負傷されパイロットを辞めたという噂を聞きましたが。年金生活を送るにはまだ若すぎるということさ。香港ではガイアギアに不覚を取ったが、今度はお返しをしてやる。香港マハの誇る新型マンマシン、ギッズギースでな。ギッズギース。これを香港マハが作ったのですか？ウリアン少尉も一度乗ってみるといい。香港マハのテクノロジーがいかに優れているかよくわかる。捕獲したマンマシンのパイロットは生きているのですか？ああ、今部下が連れてくる。ウリアン。ほう、君か。確かジョー・スレンと言ったかな。一人で来るとは度胸だけは一人前らしいな。クリシュナを返せ。捕虜なら俺がなる。だからクリシュナを釈放しろ。ウリアン少尉、不審な熱源が接近してきます。マンマシンと思われます。メタトロンか。ウリアン少尉、我ら香港マハに任せてもらおう。ギッズギース部隊出撃するぞ。はっ。ジョー、来てもらおう。抵抗すれば容赦なく撃つ。なんだろう。この方角に奇妙なプレッシャーを感じる。ねえアフランシ、ジョーはこの先にいるのかい？わからないが、なんとなく気配は感じる。ジョーのやつ世話焼かせるぜ。一人で行ってクリシュナを助け出せると思ってんのか。大バカ野郎だぜやつは。エッサ、そんな言い方するんじゃないよ。まあジョーの気持ちはわかるけどよ。前方から熱源が接近してくる。マンマシンだ。ジョーのドハギかい？違う、複数のマンマシンだ。敵か。メサ、レイ、引き上げよう。今は戦っている場合じゃない。何言ってんだ。やっちまおうぜ。奴らの動きが速いよ。なんだあれは。見たこともないマンマシンだ。ガイアギアのパイロットアフランシシャーか。香港マハのギッズギースがお相手する。香港マハ。さっきの奇妙なプレッシャーはこのマンマシンか。メッサ、レイ、3回しろ。クリシュナ、お客さんだ。え？おい、連れてこい。じゃあクリシュナ。感動のご対面というわけだ。じゃあどうしてここに？クリシュナ、この男は君を助けるためたった一人で飛んできたんだ。壊れかけたマンマシーンに乗ってな。クリシュナ。じゃあなんて無茶なこと。君に話があるそうだ。しばらく二人にしてあげよう。ジョー、大丈夫なの？怪我はないの？
クリシュナ、なんでこんな部屋にいる？お前は捕虜じゃないのか？ウルと寝たのか？ジョー。どうなんだクリシュナ、ヤスと寝たのか？ええ。クリシュナ、私はウルに抱かれたわよ。バカ！なぜだクリシュナ、なぜ？ウルが言ったのは本当のことだったんだな。クリシュナ、ゲランが死んだよ。俺をかばってゾーリンソウルで戦死した。ウルに殺されたんだ。そんな。ジョースレン、僕の恋人に妙なことをされては困るな。ウル、連れて行け。離せ、離せよクリシュナ、クリシュナ！ほら、おとなしくしろ。アフランシといい、今の男といい、メタトロンの連中はデリカシーに欠けているようだな。あなたにそんなこと言う資格はないわ。落ち着けよクリシュナ。ケランを殺したの。ケラン？誰だそれは。ゾーリンソウルのパイロットよ。ああ、確かそんな名前のパイロットがいたな。だが落としたマンマシンのことなどいちいち覚えてはいない。あなたが殺したのは私の仲間よ。2年間も一緒に行動してきたわ。それがどうした。俺も同僚を失った。パイロット訓練学校の時からの仲間だった。だからといってメタトロンの連中を憎んだりはしない。俺たちは戦争をしてるんだ。運のない奴は死ぬ。ただそれだけだ。本気でそんなこと思ってるの？ああ、俺には安っぽいセンチメンタリズムなど必要ないんだ。ジョーはどうなるの？捕虜として取り扱う。もちろん君のように特別扱いはしない。拷問するの？さあ、もう俺には関係ないことだ。え？クリシュナ、俺と一緒にバイエルンに行こう。バイエルン？ダーゴル大佐はメタトロンを叩くため香港マハを呼び寄せた。もう俺の出番はない。クリシュナ、俺は君に言った。世界をこの手に握ると。あの言葉は嘘じゃなかったってことを教えてやる。何をするつもりなの？あのマンマシン、でかいくせに動きが速いな。ギッズギースだって。メッサ、レイ、前に出過ぎだ。交代しろ。このプレッシャーはどこかで味わった。そうか、香港で戦ったパイロットだ。確かジャン・ウェンフーと言っていたが、生きていたのか。あの3機のマンマシン、戦い慣れしているな。リー、ロー、フォーメーション 3-3 に移るぞ。了解。ガイア・ギアン、ドハディを守ることに気を取られ、ファンネルを使う余裕がないようだな。空中戦は経験がものを言う。アフランシャー、貴様になど負けんよ。フォーメーション 9-2 に移る。リー、ロー、お前たちはドハディを落とせ。俺がガイアギアを。なんだ、雷か。チェ、雨が降り出したか。少佐、
この数ではフォーメーションが保てません。これでは戦いにならんな。まあいい。メタトロンのマンマシーン部隊はフォーメーションも組めないアマチュアの集まりだと分かった。次は必ず落としてやる。アフラシ、奴ら逃げるぜ。メッサ、深追いするな。下がってくれたんだ。こっちも引き上げよう。ジョーはどうするのさ。この天候では探すのは無理だ。一旦エアフォースに戻る。仕方ねえな。おお、すっかり雨が上がったな。どうして俺だけ釈放してくれるんだ。クリシュナが頼んだのさ。昔の仲間の顔など見たくもないそうだ。ウル、貴様。ジョースレン、そんな顔をするな。敵のお情けを受けて助けてもらうのは不名誉なことだが、捕虜になるよりはマシだ。俺が君ならこのまま逃げる。そして今度はもっとまともなマンマシンで戦いを挑む。ウリアン少尉、ドハディの整備終了しました。あのドハディは飛べるようにはしたが、武器は全部破壊した。メタトロンに持ち帰っても戦力にはならん。さあどうするジョースレン。言っておくが、ここにいても二度とクリシュナには会えないぞ。ウル、覚えていろ。必ず貴様を落としてやる。なぜ奴を逃がす？あの男はクリシュナが裏切ったと仲間に報告するでしょう。メタトロンの連中は戦意を喪失するはずです。ほう、姑息なやり方だな。しかしガイアギアを倒すのはこの俺だ。お好きにどうぞ、ジャン・ウェンフー少佐。私はこれからバイエルンに行きます。バイエルン？ダーゴル大佐に合流するのか？フリアン少尉はアフラン市に執着していると聞いたが。少佐が打ち漏らせばアフラン市はバイエルンに来るでしょう。その時倒します。では残念ながら君の出番は回ってこないな。右舷後方より熱源接近。ママシンです。マーカー識別信号を出します。ドハディだ。船長、ジョーのドハディです。ジョーが戻ってきたのか。ミシェル、警戒警報解除だ。船長、乗っているパイロットが味方だと決まったわけじゃないぞ。敵の策略かもしれん。ああ、そうですな。ママシンに迎撃態勢を取らせろ。対空砲火用意。操縦を接近するドハディに合わせておけ。ドハディからの無線キャッチしました。間違いありません。ジョーです。ああ、そうか。よし、着艦機構だぜ。ジョー、よく帰ってきたな。さあ早く降りてこいよ。どこ行ってたのさ。心配したよ。クリシュナはウルの女になってた。え？クリシュナはウルの女になったんだ。メタトロンを裏切ったんだよ。どういうことだ。お前どう言ってたんだ。クリシュナに会ったのか。ああ、あったよ。あいつはジョー、アフランシ、なぜだよ。どうしてクリシュナはウルと。ジョースレンお前、自分が何をやったのか分かってるのか。お前の自分勝手な行動のおかげで部隊は大変な迷惑を被ったんだ。自習室に入って反省しろ。事情は後で聞く。すいませんでした、船長。とにかく無事でよかった。おい、ジョーを連れてけ。クリシュナがウルの女になったなんて、そんなバカな。ジョーがそう言ったのか。そんなはずないよ。クリシュナがメタトロンを裏切るはずないじゃないか。ジョー、メッサだ。
入るぞ。差し入れだ。食堂からくすねてきた。規則違反だぞ。固いこと言うなよ。俺も座らせてもらうぜ。どうだ、自習室の居心地は。いいわけないだろう。そらそうだ。なあジョー、何があったか知らねえがクリシュナを信じてやれよ。あいつは仲間を裏切るような女じゃねえ。ああ、だけどクリシュナは自分の口から言ったんだ。ウルに抱かれたって。だからクリシュナのこと嫌いになっちまったのか。なぜだよ、なぜクリシュナはウルと。男と女のことは肌で見ててもわからねえよ。クリシュナだってなぜそうなったのか分かってねえかもな。成り行きで抱かれたとでも言うのか。よくあることさ。理屈なんて後でつければいい。要はウルがまんまとクリシュナを手に入れたってことだ。ひどい言い方をするんだな。綺麗事言っても始まらしねえんだよ。なあ、もしクリシュナがメタトロンに戻ってきたら今まで通りの気持ちで受け入れてやれるのか。それだけの器量がなければ女になんか惚れるなってことだ。差し入れでも食って寝ちまえよ。ちょいとばかり頭を冷やしてからマトラス船長に謝るんだな。そしたらすぐに出してくれるさ。レッサーじゃあな。そうか、香港マハが出てきたか。ジャン・ウェンフー、香港マハの撃墜王ね。彼らはメタトロンを叩くために呼び寄せられたんだ。彼らを排除しない限りバイエルンには近づけない。でどうなんだ、そのギッズギースとかいう新型の性能は。はい、それぞれのマンマシンの性能よりも3機揃った時の戦い方に恐怖を覚えました。なるほど。香港マハのパイロットたちは兄弟や親子よりも固い絆で結ばれているという、奴らの戦いぶりが目に浮かぶようだな。それに引き換えこちらは即席のチーム、しかもベテランは一人もいない。船長、そう悲観的になるな。こちらにはアフランシシャーという切り札があるじゃないか。いや、まあそれはそうですが、香港マハのマンマシン部隊はジャン・ウェンフーを中心にまとまっているわ。あの男さえ倒せばあとは何とかなるはずよ。ジャン・ウェンフー、力強いプレッシャーを感じた。あれは歴戦の強者だけが持つプレッシャーなんだろうか。前方より無数の熱源接近。ミサイルです。森の中から撃ってきます。何？回避しろ。マンマシンです。森の中に隠れていました。待ち伏せされたか。香港マハね。船長、ガイアギアを出す。それまで持たせてくれ。敵マンマシンは該当するモデルがありません。ギッツギースと思われます。ミシェル、左右に回り込め。対空砲火用意。弾幕を張ってマンマシンの発進を援護するぞ。船長、ジョーを。ああ、そうか。誰かジョーを自習室から出してやれ。余っているガイアスが1機あるはずだ。あれに乗せてやれ。ガイアギア出るぞ。エセアス、ドハディ出るよ。俺のマンマシンは。ジョー、あれだ、あのガイアスを使え。ジョー、頑張ってエアフォースを守ろうぜ。この船が落とされたらクリシュナの帰ってくる場所がなくなるからな。メサ、クリシュナを信じろよ。お前が惚れた女だろ。ああ、ありがとうメサ。レイ、敵をエアフォースから引き離せ。了解。アフランシャー、聞こえるか。何その声は。ジャン・ウェンフーか。貴様には香港で落とされた。
そのお返しがしたい。1対1で勝負しよう。なんだと。もっとも貴様にその度胸があればの話だがな。ジャン・ウェンフーと一騎打ち、奴を引き離すことができればエアフォースも落とされる可能性が少なくなる。分かった。その勝負受けよう。それでこそ赤い彗星だ。船長、一機のギッツギースを追ってガイアギアが胸の中に降りていきます。何？アフランシは何を考えてるんだ？メッサーとジョーが出ます。エアフォースの守りにつかせろ。アフランシ、飛び道具など使わずビームサーベルで決着をつけようじゃないか。何？行くぞ。腕を上げたな、アフランシャー。なめるな。エアフォース、戦闘区域を離脱しろ。ギッツギースは俺たちが食い止める。分かった。ジョー、頼むぞ。メサ、レイ、敵を足止めするんだ。了解。この野郎、落ちろ。メッサ、右。何？ダメだ、突破されちまった。エアフォースの方に一気行ったよ。あれは俺に任せろ。二人はここで食い止めるんだ。エアフォースは俺が守る。だからクリシュナ、戻ってこい。お前の帰る場所はあそこしかないんだぞ。ジョー、なんとかしろ。バリアが破られそうだ。バーッと。船長。エネルギー切れ。ビームライフルが使えない。こんな時に体当たりしてやる。離せ。エアフォースを落とさせるか。キツキースを舐めるなよ。ジョー、危ない、逃げろ。船長、俺に構わず撃ってくれ。バカなこと言うな。エアフォースは俺が守る。俺が守るんだ。何をする。このままで2機とも地面に激突するぞ。うるさい。貴様なんかにエアフォースをやらせるか。やめろ。俺はクリシュナだ。なんだこの静けさは。ジョーが死んじまったよ。何？ジョーが死んだ。うわー！ジャンウェンフ、貴様など消えてしまえ。ファンネル、行け。ファンネルだ。ファンネル、ヒット。ファンネルを使うとは。これで終わりではないぞ。必ず貴様を倒す。ジョー。
総員その場で聞け。ただいまよりビジャンダーゴル大佐の訓示がある。我らスペースマハは歴史的なクーデターを敢行し、腐敗しきった地球連邦政府に正義の鉄槌を下した。今地球連邦政府の機能はその大部分をマハが掌握しつつある。この青き水の星は我ら人類が神から賜ったものである。我々はこの星の自然を蘇らせるという崇高な目的を持って地球に舞い降りた。このバイエルンは質実剛健な土地柄であったと聞く。我らマハの本拠地を築くのにふさわしい場所である。私はこの地に新しい地球連邦政府を樹立する考えである。地球圏の繁栄のため、人類の輝かしい未来のため、この私に力を貸してほしい。諸君の一層の奮闘を期待する。マハが勝利する日は近い。大佐、大変に素晴らしいお言葉でした。兵士の士気もすこぶる高まることでしょう。艦隊の編成作業はどうだ？はい、少しの遅れも出ておりません。メタトロンの妨害もありませんし、順調そのものです。ダーゴル大佐、ヘリの準備ができました。ノイシュバンシュタイン城に戻られるのですか？できればこのままマハゲイジスにとどまっていてほしいですな。事務レベルのことは幹部の裁量に任せる。私が出しゃばる必要はない。はっ、わかりました。大佐、エバリーを自由に振る舞わせていいのですか？城の中だけだ。別に問題はない。彼女が破壊活動をするとでも思っているのか？いいえ。ですが大佐がなぜエバリーを特別扱いするのか分かりません。エバリーは私とアフランシュをつなぐ役割があるのだ。大佐とアフランシュ？大佐はアフランシュがマハに協力する可能性があるとお思いですか？いや、アフランシュは一人になってもマハに抵抗するだろう。私はメモリークローンとしてのアフランシュに興味を持っているのだ。メモリークローン？ナジス隊ノイシュバンシュタイン城が見えてきた。緑深い森の中にそそり立つ白亜の城。何百年もの歳月が刻まれても少しもその輝きを失ってはいない。あの城はそれだけで素晴らしい芸術作品です。その通りだ。芸術は永遠の命を持つが、それに引き換え人生は短い。私は永遠の命を手に入れるため、もう一度アフランシアと会う必要があるのだ。永遠の命、メモリークローンのことですか？永遠に引き継がれる記憶。ロマンをかきたてられる言葉だとは思わないか？軍曹、ちょっと来い。はっ。何でありますか、少尉殿。この女性を頼む。捕虜ではないが勝手な行動は取らせないように。どこかの部屋で休ませてやってくれ。わかりました。ウル。休みなしの移動で疲れただろう。シャワーでも浴びてぐっすり眠るといい。任せたぞ。はっ。さあ、お嬢さん、こちらへどうぞ。クリシュナ！え？クリシュナ、どうしてこんなところに？エバリーこそ。この人私の友達なの。私の部屋に案内するわ。いいわね。しかしウリアン少尉が。ウルなら知ってるわ。後で言っておくから大丈夫よ。はあ。さあ、
クリシュナ行きましょう。大佐、ウリアン少尉が大佐に面会を求めていますが。ウルが？分かった、ここに呼べ。はい。ここが私の部屋。とっても眺めがいいの。ほら、窓からアルプスが見えるでしょ。真下には綺麗な湖が見えるのよ。でも驚いたわ。こんな場所で会えるなんて、私びっくりしちゃった。クリシュナ、何してるの？こっちにいらっしゃいよ。エバリー！クリシュナ。ウリアン少尉、参りました。ウル、メタトロン討伐部隊の任務を解いたつもりはないが。自分はアフランシャーに負けました。大佐の期待に応えられないと判断し撤退したのです。そうか、分かった。メタトロン討伐は香港マハに任せよ。それが大佐の本音ですか？何が言いたいのだ？大佐は私が当てにならないと思い香港マハを呼び寄せた。もう私は大佐の役には立たないのですか？ウル、マハはエリートの集まりだ。エリートとは何だ？常に向上心を持って努力する人間のことです。そうだ、私はお前にそう教えてきたつもりだ。だがお前はアフランシャーにこだわり続け、私の忠告に耳を貸そうともせず、奴を倒すために安易な道を選んだ。私はお前を買いかぶっていたようだ。大佐。そっか、ウルとそんなことがあったんだ。もう私メタトロンには戻れないわ。みんなを裏切ってしまった。クリシュナ、そんな風に考えるもんじゃないわ。ウルに抱かれた時はそれでいいと思った。分かり合えると思ったのよ。でもダメだった。でもウルはあなたを好きなんでしょ？わからない。ウルは私を手に入れることでアフランシに勝ったつもりでいるのかもしれない。そんなのひどすぎるよ。昔読んだ本に書いてあったわ。男と女の関係はすごく単純なんだって。うまくいくかいかないかは出会った瞬間に決まってしまうもんなんだって。愛情って努力して築き上げていくようなもんじゃないのよ。そうかな。エバリーはどうやってアフランシとの愛を育んできたの？どうって、私たち小さな頃からずっと一緒で兄弟みたいに育ったから。そうでしょ。何も考える必要なんかないのよ。私の父は母に対して努力し続けてきたわ。父は心の底から母を愛していたのよ。でも母は父の愛を受け入れず家を出たわ。その時私母を憎んだ。なぜ父を愛せないのかって。でも今はわかるわ。父と母は最初からダメだったのよ。ボタンを掛け違えていたんだわ。あなたとウルも同じだっていうの？ええ。クリシュナ、もしあなたとウルが敵同士でなければもっと素直に愛し合えたって思えない？わからない。私にはわからないわ。ね、クリシュナ、ここを出ましょう。ここにいたら私たちアフランシの邪魔になるわ。あなたさえよければ私と一緒に逃げて。脱走するっていうの？ダメよ。見つかったら殺されるわ。私なんかどうなってもいい。でもあなたが死んだらアフランシはどうなるの？あなたがどこかで生きていると信じてアフランシは戦っているのよ。ええ、アフランシは戦ってるわ。だから私も戦うの。エバリー、変わったわね。強くなった。地球を半周もしてきたんだもん。少しは変わんなくちゃね。外に見張りはいないわ。クリシュナ、行きましょう。ウル、
ここに何をしに来た？私に許しを請いに来たのか？そうではあるまい。ダーゴル大佐。私を殺すというのか？世界を手に入れたいのです。世界をこの手に。大佐。ウル、私を殺したからといってそれで世界を手に入れられると思っているわけではないだろう。お前はそれほど愚かではない。いえ、自分が大佐に代わってマハ。ルーリアン、お前をそこまで追い詰めたのはアフランシアの存在ではない、お前自身の弱さだ。大佐。どうした？衛星軌道上よりミサイル攻撃です。何？迎撃しろ。それから生物艦長に至急こちらに来るよう指示しろ。はっ。大佐。この攻撃メタトロンか？いや、アフランシがこのような攻撃をするはずがない。どうしたのかしら。メタトロンだわ。きっとメタトロンが攻撃してきたのよ。アフランシが来てるの？行きましょう。今なら城を抜け出せるわ。エバリー、何をしている？エバリー、こっちよ。待て！誰かその二人を捕まえろ！マドラス船長。アフランシ、バイエルンがミサイル攻撃を受けてる。衛星軌道上からだ。地球連邦軍の攻撃か？いや、この軌道から推定するとマザーメタトロンだ。マザーメタトロン？何かの間違いじゃないのか？俺もそう思って調べているんだが。そんなバカな。マザーメタトロンが独自の判断で攻撃を開始するなんて。ミシェル、その後こっちには連絡はないのか？音信不通だ。こちらからの通信も届いているのかどうか全くつかめない。どういうつもりなんだ？パリッシュ提督はメタトロンの大義を忘れてしまったのか？どうやら決定的だな。マザーメタトロンは地球連邦軍に加わった。ジャック、どういうことですかそれは？パリッシュ提督はメタトロンという組織を守りたかったのさ。だからシャア・アズナブルの理想を捨てて権力の側についたの。マザーメタトロンが僕らを裏切ったというのですか？実はね、アフランシ、私の方でもスペースコロニー経由のレーザー通信で確認を取ったんだけど、マザーメタトロンはアフランシを切り捨てることを条件に連邦軍として認知されたそうよ。どうするね、アフランシ。反地球連邦政府活動としてのメタトロンは今や解体したと言っていい。宇宙に戻って組織を作り直すかね。マハはミサイル攻撃で混乱しているはずです。叩くのは今しかありません。あくまでも戦い抜くというのか？ええ。でもこれから先の戦いに参加するかどうかは個人の意志に委ねます。宇宙に帰りたい者はエアフォースから降りても構わない。アフランシ、今さらなんだ？たとえメタトロンがなくなってもみんなアフランシの仲間だ。生きるも死ぬも一緒だ。遠慮なく命令してくれ。バイエルンに突入しダーゴルを倒せと。そうだよアフランシ、ケランやジョーの分まで頑張ろう。マドラス船長、ミシェル、ありがとう。衛星軌道上からのミサイルはその大半を迎撃しました。ですが我が軍の被害も甚大です。各艦艇に被害状況を知らせるよう通達しろ。はい。大佐、第2波のミサイル攻撃がある前にバイエルンを撤退すべきです。戦力を立て直し次の作戦行動に移るのが得策でしょう。いや、マハはバイエルンにとどまる。我々は地球連邦軍の攻撃などに屈しはしない。ですが我々は地球連邦政府の政治家や官僚を人質に取っている。だからミサイル攻撃はない。私はそう見ていた。だが宇宙にいる連邦政府の役人どもは人質を見捨てた。これはなかなか興味深い展開だ。と言いますと？見捨てられたと知った政治家や官僚はマハの側につく。彼らの人脈はマハにとって力となるはずだ。
腐りきった政治家どもを仲間にするとおっしゃるのですか？仲間にはしない。利用するだけだ。なるほど、よくわかりました。では第2波のミサイル攻撃に備えて部隊を再編成しましょう。大佐、アフランシャーの動きが気になりますが。香港マハがうまくやってくれる。ジャン・ウェンフー少佐ですか。あの男は頼りになります。ああ、余計な野心がない分だけウリアン少尉より使える。ウル、エバリはどうしたの？心配するな。ナジス隊が連れて行った。さっきの攻撃メタトロンなの？ミサイル攻撃でしょ？衛星軌道上からなの？うるさい！少し黙っていてくれないか。何があったの？ダーゴル大佐を殺すつもりだった。だができなかった。俺はもうおしまいさ。のし上がろうとして必死に頑張ってきた。ダーゴル大佐のような生き方をしたいと思っていた。だが今の俺はただの負け犬だ。ウル、アフランシだ。アフランシャーの存在が俺の生き方をめちゃめちゃにした。奴は俺が欲しかったもの全てを持って俺の目の前に現れた。多くの人間が奴にぬかずき、その命令に従う。それも奴の力じゃない。シャア・アズナブルの記憶を持っている。ただそれだけの理由で全てを手に入れているんだ。俺は奴が妬ましかった。ウル、あなた本当に何も分かってないわ。シャア・アズナブルの記憶を持っていると知った時からアフランシがどんな気持ちで生きてきたのか、どんな気持ちで戦ってきたのか、あなた考えてみたことがあるの？シャアの記憶はアフランシにとって重い十字架を背負わされたのと同じだったのよ。でもアフランシは逃げなかった。自分の運命を受け入れ頑張ってきたわ。それも自分のためじゃない。地球を守るため、人類の未来を守るため、必死にシャア・アズナブルを演じてきたのよ。そんなアフランシを見て私たちも一生懸命になってアフランシを支えていこうとしたわ。ウル、あなたは何なの？のし上がろうと必死に頑張ってきたですって？笑わせないでよ。あなたは人を羨むだけの情けない男だわ。金持ちに泥水をかけられ蔑みの目で見られていた頃とあなたは少しも変わってないわ。クリシュナ、強い男になりたいんでしょ？なってよ。強い男になりなさいよ。今からでも遅くないわ。さあ。クリシュナ、俺のために泣いてくれるのか？